目の奥やこめかみの痛み、そしてその痛みと一緒に痛む側と同じ側に特徴的なサインが出てきます。1年のうち決まった季節にだいたい1ヶ月から2ヶ月ほど毎日のように痛みが続く群発期と呼ばれるものがやってきます。はい、皆さんこんにちは。頭痛の相談所の細谷です。今日はですね、数ある頭痛の中でも特に激しい痛みで知られる群発頭痛についてお話ししていこうと思います。片側の目の奥がえぐられるように痛い、じっとしていられなかったり、明け方や夜中に決まって必ず襲ってくる。もしそんな経験がある方は今日のお話とても大事な内容になってきます。で、最初にお伝えしておくと、今日のお話セルフケアのお話じゃないです。むしろ自分でどうにかしようとせずに正しく病院に行ってほしい、そのためのお話になります。そしてこれだけは最初に伝えさせてください。群発頭痛はですね、あんなに辛いのに実は正しい治療法をすれば劇的に楽になる頭痛になるんですね。ぜひ今日の動画最後まで見ていってください。それではやっていきましょう。まずですね、群発頭痛どれほどの痛みかというと、この群発頭痛経験した方、口を揃えてこう言うんですね。今まで生きてきた中で一番痛いんです。こんな痛みだって皆さん言います。で、あまりの痛さにじっとしていられない、座っていられない。片頭痛の方とかだと動くと頭に響いてきちゃうので、結構じっとしてることが多いと思うんですけど、群発頭痛はその逆ですね。痛くて部屋の中を歩き回っていたりとか、頭を抱えてうずくまってしまう。痛む場所は結構片側ですね。目の奥やこめかみの痛み、そしてその痛みと一緒に痛む側と同じ側に特徴的なサインが出てきます。目が真っ赤に充血したりだとか、涙が出てくる。あとは鼻水や鼻づまり、そしてまぶたが下がる。こういう目や鼻の症状が痛みと一緒に片側だけに出てくるのがとても大きな特徴です。そしてもう一つ特徴的なのが、その痛みがだいたい15分から長くても3時間程度続いて、その後痛みがスーッと引いていく。でもまた翌日の同じ時間にやってくる。こういった特徴的な痛みの出方があります。この激痛、そもそもなぜ起こるのかというと、実はですね、群発頭痛の原因はまだ完全には解明されてないんですよね。でも大きく関わってると言われるのが分かっていて、それは脳の視床下部と呼ばれる場所なんですね。ここは体内時計を司ってる、いわば体の時計係なんです。実はこの群発頭痛には驚くほどの規則性があるんですよ。1日の中で決まった時間、特に夜中から明け方に発作が起きる。そして1年のうち決まった季節にだいたい1ヶ月から2ヶ月ほど毎日のように痛みが続く群発期と呼ばれるものがやってきます。まるでですね、時計がこう時報を鳴らすような正確さでやってくるんですね。だからこの体内時計の視床下部の乱れが引き金になっているのではないかと考えられているんですね。そしてここから目の奥の感覚を司る三叉神経が刺激されて、あの激痛と目の充血や涙が起こるというわけになってます。さて、ここからが今日一番お伝えしたいことなんですけど、この群発頭痛、市販の痛み止めを飲んで我慢する。これが一番やっちゃいけないことです。なぜ市販薬が効かないかというと、これ結構はっきりしてるんですね。薬局で買える飲む痛み止め、例えばロキソプロフェンやイブプロフェン、アセトアミノフェン、こういった成分の鎮痛薬ですね。頭が痛い時に多くの方がまず手に取るおなじみの成分だと思うんですけど、これらはですね、緊張型頭痛のような筋肉のこりから来るような痛みにはかなり頼りになるんですよ。でも群発頭痛には力不足なんですね。理由は効くまでのスピード。飲み薬はですね、胃で溶けて腸で吸収されて血液に乗って効き始めるまでにどうしても時間がかかってしまうんですね。だいたい早くても30分くらいはかかります。でも群発頭痛の痛みというのはあっという
分割ピークに達してよくても3時間ほどで痛みが去っていく。つまり飲み薬が効き始める前に発作の山が過ぎてしまうんですね。だから間に合わない。温めたりとかツボを押したりとかそういったセルフケアもあるんですけど、これも残念ながら嵐のような頭痛には力不足になってしまいます。じゃあどうすればいいのか、ここは今日一番知ってほしいところになります。群発頭痛にはこの早い痛みに間に合う専門の治療があります。一つが高濃度の酸素を吸入する治療法です。マスクをつけて濃い酸素を吸うと多くの方が発作が収まっていきます。そしてもう一つがトリプタンという薬の注射です。これがですね本当にすごくて、ある報告では注射をして約15分ほどでおよそ4分の3の人が痛みが弱まって30分後には多くの人が痛みが消えたとされています。のたうち回るような痛みが消えてしまうんですね。飲み薬では間に合わないからこそ血液に直接届く注射や酸素吸入、この速さで追いつく、これが群発頭痛の治療の考え方なんです。つまり群発頭痛は我慢する頭痛じゃないです。正しい扉を叩けば痛みを抑えられる、そういった頭痛なんですね。ところがですね、現実には多くの方がただのひどい頭痛だなと思ってしまって我慢し続けて正しい診断にたどり着くまでに平均で7年から8年もかかっている、そういった報告もあります。7年です。7年。それだけの間激痛に一人で耐えてる人がいる。だから今日これを知ってほしかったんですね。どこに行けばいいのかといったお話なんですけど、群発頭痛が疑われる時は脳神経内科あるいは頭痛外来、こういった頭痛の専門のところを受診してください。そして受診の時一つコツがあります。それはですね、発作の時の目の充血や涙の出方、涙の出てる顔をスマホで写真を撮っておくと診断の大きな手がかりになります。痛みの記録なんかと一緒に持っていくと話が早いですよ。それと群発期に入っている時には一つ大事な注意点があります。それがお酒ですね。群発期の飲酒はほぼ確実に発作の引き金になります。なので群発期の間だけはお酒をきっぱりやめるようにしてください。また喫煙もリスクを上げると言われてますので、こちらも合わせて注意をしましょう。それでは今日のポイントをおさらいしていきましょう。一つ、群発頭痛は片側の目の奥の激痛、目の充血や涙を伴い決まった時期に決まった時間に襲ってくる。二つ目、市販薬やセルフケアでは間に合いません。でも酸素や注射など速さで追いつく専門治療はちゃんとあります。3つ目、疑わしい時は我慢せずに脳神経内科や頭痛外来に行ってください。また群発期はお酒をやめましょう。群発頭痛は正しく専門の医療につながることが何よりの近道です。今日の話がそのきっかけになれば嬉しいです。はい、いかがでしたでしょうか。今日の内容が少しでも役に立ったよと思う方はぜひ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また周りに原因不明のひどい頭痛で悩んでる方がいたらぜひこの動画のことを教えてあげてください。それがその人の7年を縮めるかもしれません。そしてですね、このチャンネルでは首や肩からくる緊張型の頭痛を中心に自分でできるセルフケア、こちらたくさんお話ししてます。こちらもお役に立てそうでしたらぜひ概要欄から覗いてみてください。今回は群発頭痛のお話でしたが、これだけじゃなく頭痛の悩みを持っている方は根本的な体の不調から来ているような方もいます。もし頭痛でお悩みだったり自分の頭痛のタイプがわからないよっていう人は概要欄にあるリンクからぜひお近くの心整体院グループ気軽に覗いて相談してみてください。それでは次の動画でまたお会いしましょう。頭痛の相談所の細谷でした。